BJ でございます。ノベーションサーキットトラックス。これね、もう超楽しいです。もうトラックメイキングするにはもう最高のツールと言えるんじゃないですかね。で、今私もこういろいろやってましたけど、このパッドがねありますね、8×4 このパッドがあるんですけど、でノブがあって、これね基本的にこの中に、もうさまざまなダンスビート系コンテンツが5万と入ってます。で今言ったようにいろんなパターンを切り替えたんですけど、このプロジェクトっていうところでいろんなのがあるんですね。もうすでにもう用意全部されてるという、このパターンで、今度これに切り替えます。このプロジェクトっていうところでこの一つのマスを使ってるんだけど、わかりますかね。いろいろ面白いのがいっぱいあるんだけど、でここがミキサーで、ここでミュートできますが、ドラムの1とドラムの2とドラムの3とドラムの4があって、でシンセの1とシンセの2でミディの1と2っていうのがあって、まあこれ今私はねこのねノベーションのピークとこのローランドのスーパー JB を、まあ2がスーパー JB ね、1がこのピークを使ってるんですけど、という形でこのパターン、プロジェクトのところで、まあ、いろんなもの、ここ上の2段はノベーションがこのサーキットトラックスに入ってる、まあ、プリセットもう今時のパターンがこう入ってるわけですよ。でこのプロジェクトの中にまたいろんなパターンがいっぱいいるの。ここで、まあ、バリエーションというかドラムが入ってきたり、ちょっといろんなものが入ってきますね。でここではこうミュートしたりとか入れたりとかミキサーしができますね。といった形で、まあ、プリセットを楽しむもよしでしょ。でここのねエフェクトのところに行くと、それぞれのパートのエフェクト、これがねディレイとリバーブがかかってきたの分かるかな。でここでローパス、ハイパス、で何が鳴ってたかというと、まあここにもちょっとセットアップしてますけど、ミディの1、2のところで1はねこいつ、2はこいつを鳴らします。例えば2はねなってますね。このようになってると。当然ベロシティセンシティブの状態ね。でミディの1はこいつがなってます。基本的にこのミディアウトからインスルーでこっちが来てます。で、ミディの1はノベーションのピーク。いい音しますね。で、なんとね同じイノベーションなんで、ここで動いてます。パラメータコントロールがもう完全できる状態ということになってますね。これはいいね。完全にミディ経由でこいつがコントロールされてる。当然中に入ってるのはドラムの音源がまず入ってるでしょ。ドラムの1,2,3,4とドラムトラックが4つあって、そしてシンセの1とシンセの2があるんだけど、これなんと、今これ USB ミディもあるけど、当然 USB のね C が、端子があって、直接ダイレクトに最新の MacBook の
USB-C、まあ、サンダーボルトのところにも刺さってる状態なんだけど、これ今、これ専用のサーキットトラックスのこのエディターが立ち上がってますけど、シンセの2はこれねなんだけど、今シンセの1に変えるとねもう紫なんでね、これ紫と緑の状況に対応してますね。でここで当然音色入ると思います。ああ、いい感じですよ。動いてるの分かりますね。完全に連動している状態になってるという。のノブがあるから自由自在ですね、これ。ということになっておりますね。よくできてるわ。さて、今ね、USB-C で、この MacBook Pro と連動してるんですけど、これで、よくできてるのが、これ今は、このシンセのとこで完全に連動してるのが分かりますが、この MIDI テンプレートっていうとこ見るとね、おやっと思ったんだけど、ここにね、例えばアトリアのマークロフリークとかコルグのボルカ FM とか、ミニローグの XD とかね、ミニノバとか、まあ、いろんな、シンセサイザーがあって、だからノベーション以外のシンセサイザーにも、対応しているというね、このテンプレートをここに送り込んでやることでボルカ FM とかマイクロフリークとかそういったものを完全にここでもコントロールできるというシステムを持ってて、さらにびっくりしたのがこのパックっていうのがあって、これ中の当然今このシンセの12とかドラムの音とかやりますけど、これねこの今のファクトリーのパックはもちろん入ってるんだけど、これどんどん拡張して増えていきます。だからシンセの音色とかドラムの音色のアップデートのものだとか、今時のものだとかね、どんどん新しいものに、入れ替えることもできるという。よくできてますね、このシステムね。さて、このね、パターン、プロジェクトをどうやって作っていくか、いってみましょう。プロジェクトボタンを押すと、これが出ていってね、さっきも言ったように、この上の、16個、これね、プリセットなんですよ。ノベーションが用意した今時のフレーズがいっぱい入ってるんだけど、こっから下は全部空いてる状態になってます。ここちょっと私さっきのトライアルで作ったんだけど空いてます。じゃあここを選びますね。この状態でパターンを選ぶ。このプロジェクトの中に入る、中のパターンに入るのよ。こうやってで、さっきも言ったようにそのシンセ12と MIDI1 こっちね、MIDI2 がこいつね、でドラム中のドラムの音源が4ついると、まあトラック的な考え方、8つのトラックでまあ作っていくみたいなイメージですね。例えばドラムで見てみると、ドラムがねあります。でここが16ステップのステップなのよ。これスタート押すとこうなるの。すなわち16個のステップが動いてるの分かるよね。ちなみにここを押すとこれ1から16なんだけど、こうやると、32ステップ分動きます。これ色が変わるの分かるよね。まあ、16ステップでいこうか。じゃあでこの中でまず音を、じゃあキックの音をどれにしようかなと。ちなみにここにいろんな音が入ってるけど、こう下げていくとまた違った音源も出てきます。もちろんこのプリセットってやっても全部選べる。まあ一般的なこんな感じの、やつにしてみましょうかね。でここの今ステップのところに今選ぶならこのキックなんだけど、これをこう置いてやればいい。そうとこうか、今32ステップなんだねとなります。わかりやすいですね。で次じゃあドラムの2のところを、いいね、このスネアにしようか。でこのスネアをこれを
えばですね、こんな感じにしてやったりし、いいね。じゃあドラムの3をこれ入れようか。もちろん今みたいな形でもいいんだけど、このレコーディングモードにしてやると当然これでこれもできます。もちろんこんな感じでいいか。こうやって作っていくわけ。ドラムが、4つのトラック作りましたと。じゃあ次、シンセのうちベースいってみようかな。ちなみにスケールここで決められます。スケールのどんな感じのスケールがいくか。これメジャースケールだね。こういろんなスケール。わかりましたね。マイナー系にしてました。でレコーディングで。という感じだった。じゃあシンセにこれ何がいけない。いいね。これポリフォニックですから。よし、これちょっと32小節モードいってみようかな。これミキサーモードでこの音ちっちゃいなと思ったらこれ今レコードモードにしてからね、この状態もレコードされてるんだよね。で次じゃあミディの1。ちなみにこれオクターブ。これをちょっと小さくしようかな。シンセに入れてるね。ちょっとこの音間違ったなと。でこの入れたところ、ここのパートね、これ消します。こんな感じで作っていくわけです。でね、面白いのがね、エフェクターとかミキシング情報もそうなんだけど、このレコード状態にしてこのつまみの動きっていうのはレコーディングするわけですよ。じゃあちょっとエフェクターをレコーディングして入れてみようか。ね。
ことができるわけですよ。こうやって作ったのが今はこのパターンのところでここに入ってくるわけよ。上の段に入ってます。当然下にはいないわけね、こうやってね。じゃあこの違うベースパターンをここに入れてこうかなと。レコーディングね。でしょ。これでもう入ったんですよ。これでやってみると、でこれはわかりますよね。じゃあこれミディの2のところを、録音してみるか。こうやってどんどんバリエーションをガーって入れていくことができるわけね。というようにここの一つのマスで全部でこう32パターンまでいけるわけだよね。だから 32×8 の200全部で256もうパターンが全部出来上がっちゃうという。これはすごいですね。いやーこのノベーションのサーキットトラックスこの大きさでしかもこんだけコンテンツ満載でここまで多彩なトラックメイキングができるっていうことですごいです。私も次のアルバムでガンガンに使わせてもらいたいと思います。ノベーションサーキットトラックスでした。